みんな、済んだもんだよ。今日は、どこへ旅すると思う？なんと、とっても素敵な国、ニュージーランドを紹介しちゃうのだ。みんな、知ってた？実はね、お隣のオーストラリアには猛毒のヘビがいっぱいいるのに、ニュージーランドには野生のヘビが一匹もいないんだって。すごいよね。さてさて、そんなニュージーランドから、今日は3つのニュースをお届けするのだ。中でも特に注目なのが、3つ目のニュースなのだ。起こりと緊急事態。37年のベテラン消防士のためのデジャリュの再構築という記事で、消防組合が人員削減案を批判しているんだ。全国で約400人の職が失われる可能性があるらしくて、組合は非常に悪いチェンジマネジメントだって言ってるのだ。消防緊急サービスはより現代的で迅速なサービス提供のためだって説明してるんだけど、最終決定は年末までに行われる予定なんだって。このニュース気になっちゃうよね。みんなもへえとかなるほどって思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いするのだ。さあ、一緒にニュージーランドのニュースを見ていくのだ。南半球の美しい島国、ニュージーランド、オーストラリアの南東、広大な太平洋にポツンと浮かぶこの国は、その豊かな自然で知られているのだ。首都はウェリントン。マオリ族の文化が息づくこの国は、かつてイギリスの植民地だった歴史を持ち、現在は立憲君主制の議会制民主主義を採用しているのだ。人口は480万人ほど。広大な牧草地が広がり、羊や牛の飼育が盛んなのだ。酪農製品やニュージーランドワイン、そしてニュージーランドキウイは世界的に有名。また、映画、ロード・オブ・ザ・リングのロケ地としても有名で、その壮大な景色に魅了される人が多いのだ。近年は、再生可能エネルギーの活用や、持続可能な観光に力を入れていることにも注目が集まっているのだ。一つ目のニュースなのだ。大手銀行の乗り換え、借金100万ドルという人もいる。借り換えればフィジー旅行も夢じゃないという記事なのだ。住宅ローンの金利低下で多くの人が銀行を乗り換えているのだ。3年ごとに銀行を変えて数千ドルもの現金インセンティブを受け取る人もいるのだ。そのお金で家族旅行や家のリフォームをする人もいるのだ。こういう戦略を取る人は借金が100万ドルから150万ドルくらいある人もいるのだ。彼らは賢く立ち回ってお得な情報を狙うのだ。銀行側も新しいお客さんを獲得するために必死なのだ。ただし、新しい銀行に移ると数年間は縛られることがあるのだ。それでも3年経てばまた別の銀行に移ることもできるのだ。2つ目のニュースなのだ。2025年型フォードマスタングマッハ E 初試乗、現実世界の飛躍と GT の速さという記事なのだ。フォードのマスタングマッハ E が2025年モデルとしてよりリアルワールドでの実用性と GT モデルのスピードを向上させて登場したのだ。新しいヒートポンプ搭載でバッテリー効率や充電性能、そして車内快適性がアップしたのだ。ただし、フロントトランクは少し小さくなったけど、濡れたものを置くのに便利なのなのだ。ギアセレクターはロータリー式からコラムシフトに変更され、センターコンソールに収納スペースが増えたのだ。安全運転支援システムも進化して、よりスムーズな走行が可能になったのだ。ラインナップは、エントリーモデルのセレクトとハイエンドの GT の2モデルに絞られたのだ。セレクトはパワーアップとサスペンション改良で日常使いがより快適になったのだ。GT は驚異的なパワーアップを遂げ、0-100km 毎時加速はわずか 3.5 秒という、まさに GT モデルの速さを実現したのだ。価格はセレクトが74,990ドルから、GT は116,990ドルからとなっているのだ。マッハ E は SUV でありながら、
マスタングの名にふさわしい走りの楽しさも兼ね備えた注目の EV なのだ。3つ目のニュースなのだ。起こりと緊急事態。37年のベテラン消防士のためのデジャリュの再構築という記事なのだ。消防組合がタウランガとロトルアの消防緊急サービスで計画されている人員削減案を批判しているのだ。この案では全国で約400人の職が失われる可能性があるのだ。組合はこの提案が非常に悪いチェンジマネジメントであり、組合や職員に事前に通知、協議する法的義務を果たせなかったと主張しているのだ。人員削減の対象には地域マネージャーや事務職などが含まれるのだ。消防緊急サービスはこの提案は現代的で迅速な緊急サービスを提供するためのものだと述べているのだ。最終決定は従業員のフィードバックを考慮した後、年末までに行われる予定なのだ。ニュージーランドの美しい自然と周り文化、そして持続可能な取り組みに魅了されたのだ。一方、住宅ローン乗り換えでお得に旅行したり、マスタング、マッハイーでパワフルな EV 体験、さらには消防士の雇用問題など、気になるニュースも盛りだくさんだったのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。